今回はナニーがバグったあの出来事について視聴者の方から非常に鋭いコメントをいただいたので、皆さんにも紹介したいと思います。キャプテンがダメなんじゃなくて、フリンを食べたことによって異常が起きた説はないのかな。これはかなり鋭い視点です。一見するとナニーの異変を引き起こしたのはキャプテンフィドルズに見えます。実際ナニーはキャプテンを食べようとした瞬間、顔を激しく変形させ、そのままバグったような状態になります。しかし改めて調査してみると、異変の原因はキャプテンではなく、その直前に食べられたフリンだった可能性が浮かび上がってきました。今回はこのコメントをもとにナニーの内部で一体何が起きたのかを考察していきます。コメントありがとうございます。おかげで動画を作ることができました。フリンがダメだった。まずは問題となっているシーンを確認していきましょう。ナニーがぬいぐるみを食べる順番は、ジャンボジョシュ、バンバリーナ、バンバン、オピラバード、スティンガーフリン、そしてキャプテンフィドルズです。数回確認しましたが、この順番はプレイヤーがぬいぐるみを手に入れた順番ではなく、幼稚園に並ぶ壁画の順番に近いものだと考えられます。ところが最後だけフリンとキャプテンの順番が入れ替わっています。これはなぜでしょうか。まず考えられるのは、キャプテンを異変の中心として目立たせるためです。もしナニーが途中でバグってしまえば、残りのぬいぐるみを食べる場面を見せることができません。そのため全てのぬいぐるみを食べさせた後、最後にキャプテンを配置した。こう考えればキャプテンに注目してほしかったというごく自然な演出に見えます。しかし一度考え方を変えてみます。仮にフリンが最後に置かれていたら、我々プレイヤーはどう感じるでしょうか。おそらく今度はフリンへ注目が集まります。つまりキャプテンを最後に配置した理由は、キャプテンを目立たせるためだったのか、それともフリンを目立たせないためだったのか、現時点では断定できません。ただし一つだけ確かなのは、フリンが異変の直前に配置されているということです。もしこの順番が開発者によって意図的に設定されたものなら、フリンがキャプテンの直前に置かれていることにも何らかの意味があるのかもしれません。原因と引き金は別だった。我々はナニーがキャプテンを見た瞬間に異変を起こしたため、当然キャプテンが原因だと考えます。前回の動画でもキャプテンフィドルズやフィドルズクルーとの間に何らかの因縁があった可能性を考察しました。この説自体は今でも十分にあり得ると思います。ただし異変の原因と異変が表面化した瞬間は必ずしも同じとは限りません。ナニーの内部ではフリンを食べた時点ですでに異常が始まっていた。しかしその時点ではまだ外見に現れるほどではなかった。そして次のキャプテンを食べようとした瞬間、その異常が限界を迎え、一気に表面化した可能性があります。つまりキャプテンを見たことで拒絶反応を起こしたように見えますが、実際にはキャプテンを口へ運ぶ前にすでに始まっていた異常が噴き出しただけなのかもしれません。この場合フリンが異変の原因であり、キャプテンは崩壊を表面化させる最後の引き金だったことになります。もちろんキャプテン自身にも別の秘密がある可能性は否定できません。つまり今回の説はキャプテンは完全に無関係だったと断定するものではありません。注目したいのはキャプテンだけを原因と考えるのではなく、その直前に食べられたフリンにも目を向ける必要があるということです。ではなぜフリンを食べたことでナニーの内部に異常が起きたのでしょうか。その手がかりとなるのが異変後にナニーが残した言葉です。ナニーとフリンの警告。バグった後、ナニーは主人公にこう警告します。探索そのものが罠に変わる前に引き返せ。奈落には手を触れるな。これは主人公に対する明確な警告です。そして過去にも主人公へ引き返すよう警告した人物がいます。それがスティンガーフリンです。フリンも地下へ進み続ける主人公に対して初めは忠告するように助言していました。しかしシリーズが進むにつれて主人公に対する当たりも次第に強くなっています。フリンとナニーはどちらも主人公を深淵から遠ざけようとしている。ここまで似た警告を発している以上、二人には共通する知識や目的がある可能性があります。二人とも主人公が地下の深部へ進むことで何が起きるのかを知っている。そしてその先に存在する何かや地下に隠された秘密へ主人公を近づかせまいとしている。単に似た言葉を使っているのではなく、同じ秘密を守ろうとしているようにも見えるのです。さらにメイソンと思われる手紙にはこう書かれていました。地下に眠るあの秘密を秘密のままにしておきたいならね、ゾルフィウスは誰も調べに行かなければ眠り続けるはず。この文章からも
地下を調べることで眠っているゾルフィウスを刺激してしまう可能性が示されています。彼らが主人公を深淵へ近づかせたくない理由にはゾルフィウスの存在が関係しているのかもしれません。フリンやナニー、そしてウスマンたちは主人公が深淵へ近づくことでゾルフィウスの存在や地下に隠された秘密が明らかになることを恐れていた。そう考えるとフリンとナニーが同じような警告を発することにも意味が出てきます。同じゲノムドナーだった以前の動画でも考察しましたが、ウスマン、フリンのゲノムドナー、そしてシリンジョンの3人は深淵で子供を作る計画を立てていると仮説を立てました。もちろん人間ではない実験体の子供です。フリンはそのうちの一人である人物のゲノムを使って作られた実験体です。ウスマンのゲノムがバンバンとフランボにも使われたように、フリンのゲノムドナーがフリンとナニーの両方に使われていた可能性もあります。これはフリンとナニーがよく似た警告を発し、同じ秘密を守ろうとしているからです。もちろん現時点では2人に同じゲノムドナーが使われたと断定できる資料はありません。しかし言動と目的の共通点を考えると完全な偶然として片付けるには少し不自然にも見えます。ナニーは女性、フリンは男性。ここで一つ大きな疑問があります。自然に考えるとナニーは女性でフリンは男性のように感じます。性別が違う2人に同じゲノムドナーが使われていることなどあるのでしょうか。ただし作中でマスコットに設定された性別と素材となった人間の性別が必ず一致するとは限りません。またゲノムドナーの情報がそのまま全て実験体へ使われたのか、それとも必要な一部だけが利用されたのかも明らかになっていません。同じゲノムを使ったとしても実験体の姿や役割、性別の設定まで同一になるとは限らないということです。そのためナニーが女性でフリンが男性という点だけでは同じゲノムドナー説を否定することはできません。重要なのは2人の外見上の性別ではなく、同じような警告を発し同じ秘密を守ろうとしていることです。ここからは直接的な証拠ではありませんが、作品全体のテーマとして気になる要素があります。それがコメントで教えていただいたフランボのクローゼットです。英語では自分の性的指向や性自認など周囲に隠していた本当の自分を打ち明けることをクローゼットから出ると表現します。注目したいのはこの作品で隠された本当の自分やアイデンティティというテーマが意図的に描かれている可能性です。異なる人格や記憶が一つの肉体の中で衝突したとしたら、その存在は自分が一体誰なのかわからなくなってしまいます。いわゆるアムネジア、記憶喪失です。自分は今まで生きてきたナニーなのか、それとも自分の中に眠っていた別の人物の記憶や性質なのか。ナニーの顔が激しく変形し元の姿を保てなくなった演出は単なる身体的な異常ではなく、アイデンティティが崩れていく様子を表していたのかもしれません。ナニーの自我が崩壊した。さらに奈落に近づくことを拒むフリンとナニーには他にも奇妙なつながりがあります。精神世界のビーチではフリンとゾルフィウスが同じ場所にいました。そしてスペイン語を話すゾルフィウスに対しナニーはスペイン語辞書のそばに現れています。フリンとナニーが同じ警告を発し、どちらも主人公を深淵から遠ざけようとしていることまで踏まえると、2人には共通する記憶や目的が本当に存在するのかもしれません。仮にナニーとフリンに同じゲノムドナー由来の性質や記憶が反映されていたとします。その状態でナニーがフリンを象徴するぬいぐるみを食べた。しかしこの行為がきっかけとなり、ナニーの内部に眠っていたフリンと共通する記憶や性質が呼び起こされたことを表す象徴的な演出だった可能性があります。ナニーとして築かれてきた自我、そして自分の中に突然現れた別の記憶や性質、その2つが衝突したことでナニーは自分が何者なのかを保てなくなってしまった。だからこそ顔が激しく変形し、ナニーとしての姿まで崩れていった。つまりフリンのぬいぐるみを食べたことをきっかけに起きたナニーの自我の崩壊だったのではないでしょうか。そしてキャプテンフィドルズはその崩壊を引き起こした原因ではなく、すでに始まっていた異変を表面化させる最後の引き金だった。あるいはフリンによって不安定になったナニーにキャプテンが最後の刺激を与えた。そう考えればキャプテンを見た瞬間に異変が表面化したこととフリンが本当の原因だったという説を両立させることができます。視聴者の方からいただいたコメント、これは単なる思いつきではなく、ナニーとフリンの共通点やぬいぐるみの順番、
そしてナニーの異変後の警告までつながる十分に可能性のある説だと思います。キャプテンが原因だったのか、それともフリンを食べた時点でナニーの崩壊はすでに始まっていたのか、皆さんはどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。いつも皆さんのコメントに助けられています。ありがとうございます。今回の動画が面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。